こんにちは、こんばんは、おはようございます。うぷ主のリスの手と、ももです。そして今回紹介するジャンク品は、ちょっと高級品です。おお、MacBook。こんないいものどうしたのさ？ちょっと用事があって沖縄に行ったので、その時に寄った、ハードオフハニン杉のワン店で買ってきたよ。ああ、あの時ね。私も行きたかったわ。そっか、また近いうちにね。そうね。よし。それじゃあざっくり外装見ていくよ。表面はほとんど見えない細かい傷はあるけど、ジャンクとは思えないくらい綺麗だね。そうだね。続いて裏側だよ。裏側も同様だね。今触ってるあたりにちょっと濃い傷があるけど、光の加減でほとんど見えないね。次は側面見ていくよ。ほいほい。側面も特に目立つ傷はなさそうだね。そうだね。ついでなので端子の紹介もしちゃうね。左から順に、マグセーフ電源アダプタポート、ギガビットイーサネットポート、ファイアワイヤ800ポート、サンダーボルトポート、USB 2.0 ポート2つ、SDXC カードスロット、オーディオ入力出力、あとはバッテリー残量がわかるボタンと LED かな。続いて反対側、ケンジントンロックスロット、DVD ドライブだね。最後は内側だね。内側も相変わらず綺麗だよ。でも、なんか N キー白くない？ごめん、それは私の指紋です。マジか。チャンネル登録よろしくお願いします。それで、これはなんでジャンクなの？ちょっとバタバタして手取り忘れちゃったんだけど、確かこんな感じだったと思う。なるほど。バッテリーが死んでる感じかな。あと、相変わらずどんくさいことは分かったわ。ほっとけ。それで高級品って言ってた気がするけど、値段はいくらなのさ？ああ、税込み9900円だよ。さすが MacBook、高いわね。でも中古ショップだと倍以上するよ。マジか。そう考えると激安だね。てか、Core i5 って何世代なのかしら？アップルってその辺をぼかしてるからわかりにくいんだよね。そうなんだ。で、シリアルナンバーで検索かけたら、アーリー2011ってことがわかったよ。ふむふむ。そこから追っていくと、Core i5-2415M っぽいね。じゃあ第2世代なのね。そういうことだね。第2世代 i5 で2万超えは高すぎでしょ。そこはまあアップル価格ってことで。それじゃあ一回起動してみるよ。ほいほい。でも起動はするんでしょ？本体の方は大丈夫だと思う。ただ電源アダプタは別途購入したから、その確認も含めて。なるほど。それじゃあスイッチオン。ちゃんと起動音は鳴ったね。ちなみに画面の方はこうなってるよ。フォルダがハテナになってる？ストレージがないからだね。なるほど、そりゃそうだね。アダプタも本体も問題なさそうなので、分解していくよ。了解。それで今回は何するの？とりあえず最低限使えるようにしたいかな。なので、ストレージとバッテリーの交換をしようと思う。なるほど。そのためにまず裏蓋開けてるとこだよ。で、この3箇所だけネジが長いので気をつけて。じゃあ、他に見どころもないのでカットしちゃうね。了解。ということで裏蓋を外したところです。ストレージ用のネジがついてるのは嬉しいわね。だねこのネジ何気に600円くらいするからね。さて、じゃあストレージから取り付けようかな。私気づいちゃいました。どうしたの？多分スピーカーかな？破れてるわ。ちょっと見にくいけど。うわ、ほんとだね。多分サブウーファーかな。低音用のスピーカー？まあ、今回は部品がないので、今度直すことにするよ。と思ったんだけど、ノイズがひどすぎて使い物にならないので、後日、応急処置だけしたよ。動画編集後に急遽作業したので、その様子はおまけとして最後に追加しました。
よかったら最後まで見てください。よし、じゃあ SSD 用意したので気を取り直して。取り付け開始ね。このネジは SSD の側面の穴に取り付けるだけだよ。そしたら赤枠の部分のネジ2本を取り外して、押さえを外すよ。なるほど。次は SATA ケーブルを SSD につなぐのね。そうそう。そしたら最初に SSD につけたネジがぴったりはまる溝があるから、そこにはめ込んで、さっきの押さえを取り付けたら完了だよ。簡単だね。これでストレージは OK だね。次はバッテリーだね。バッテリーは Amazon で5000円くらいで買ったよ。Amazon で売ってるのか。なんでも売ってるからね。今回このバッテリーを購入したのは、ドライバーもセットでついてくるからだよ。そうなんだ。バッテリーは三角ネジで取り付けてあるから、これだけのために専用ドライバー購入するのもあれかなって。なるほど、確かにそれはあれだね。最初は安いからどうかと思ったけど、きちんと梱包されてていい感じだね。ちょっと反ってるのが気になるわね。多分大丈夫でしょ。早速付属のドライバーを使ってみようかな。プラスチックの安物かと思ったら、案外しっかりしたドライバーでちょっと驚いたよ。よかったね。バッテリーは2箇所ネジで止まってるだけなんだけど、今回はなぜか1箇所しかネジがなかったよ。前の持ち主がトライしたのかな？謎だね。ネジが取れたら、コネクタを外して、真ん中あたりのピラピラを持ち上げれば外れるよ。こんなに簡単なんだね。あとは逆の手順で新しいバッテリーを取り付けるだけだよ。バッテリー交換は難しくないので、興味がある人は自分で交換してみるのも面白いかもね。ただし自己責任で。今回購入したもののリンクを概要欄に貼っておくね。それじゃあ一通り終えたし起動確認だね。今回はインターネットリカバリーで起動するよ。指が辛い。頑張って。やったー。無事起動できたね。あとはネットワークにつないで OS インストールだね。そしてインストール完了したものがこちらになります。このパソコンに入る一番新しい OS、ハイシエラをインストールしたよ。まずは簡単にスペック確認。最初に教えてもらった情報通りだね。ここでも CPU は Core i5 としか出てないし。そうだね。じゃあ次は交換したバッテリー情報を見ていくよ。ほいほい。ここがバッテリー情報だね。おお。充電回数とか充電量とか結構細かく出るのね。不思議なのが、今回購入したバッテリー 6300mAh なんだよね。完全充電容量7000近くあるわね。まあ多い分にはいいんじゃない？それもそうだね。それじゃあ最後にシネベンチを回して終わりにしようかな。そうね。本当は R15 にしたかったんだけど、15も23もエラーが出て起動できなかったので R20 です。あ、ここでは CPU がちゃんとはしょらず表示されてるね。ほんとだ。アプリ内は Apple の管轄外だしね。お、始まったわよ。わかっちゃいたけど、クソほど遅いね。だね。それじゃあカットするよ。終わったわね。結果は 395pds でした。右上の時計見ると12分くらいかかったかな。まあ妥当なところかもね。それじゃあ今回はこのくらいで、最後の締めに入ろうかな。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。今回は MacBook のストレージのセットと、バッテリー交換をやってみたけどどうだった？バッテリー交換って難しいイメージだったけど、案外簡単なんだね。そうだね。初めてのジャンク修理にはおすすめかも。最近の機種はわからないけど。そうなのね。それにしても、MacOS の操作は難しいね。ほとんど触らないから、何かやるたびに調べなきゃいけない。あれ、でも前にも MacBook 触ってたような。えらく昔の話を。あれは身内に欲しいっていう人がいたからあげちゃったよ。で、今度も誰かにあげる予定だよ。
マジか。でも上げる前にスピーカーとか直さなきゃだよね。そうだね。一応、応急処置はしたんだよ。冒頭のやつは応急処置だったのね。気でも狂ったかと思ったわ。あはは。一応乾燥させてから音鳴らしてみたよ。はじめまして、ももちゃんです。びっくり。問題なさそうね。まあ最終的には部品交換するけどね。さて、ここまでご覧いただきありがとうございます。少しお知らせがあります。私事で申し訳ないのですが、リアルの都合により、現在不定期投稿になってしまっています。なので、少しでも動画を面白いと感じてくれた方は、見逃さないために、チャンネル登録と、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、面白かったら高評価と、ダメなら低評価もお待ちしております。Twitter では普段の何気ない日常をつぶやいてますので、よかったらフォローしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。